ノブです。白子です。声ちっちゃセラピスト相談室です。はい、ありがとうございます。そう、最近何かお悩み事ないですかって聞いたら、ちょろっと皆さんの多分ためになるんじゃないかなということが出たので、シェアしたいと思います。はい。はい。まあ座ってて腰が痛いと。そうですね。普通にお客様が座ってて腰が痛いって言われてて、うん。まあ痛い場所はもちろんわかるじゃないですか。うん。ここですって言われて、うん。でそこに対してのアプローチがそこだけ、まあ今は腰って言ったんですけど、そこだけをほぐすことによって改善するものと、うん。そこじゃないところに、まあ、その人の、癖だったりとか姿勢の、動き方だったりとうん。かで、うん。ここが痛いけどここをほぐすとそこの痛みは取れるよとかうん。っていうのと、うん。まあ2通りあるのかなとかちょっとふっと思っちゃって、そういうところがどうなのかなと。実際ここが痛いって言ってそこを緩めたらそこだけで良くなる場合と、うん。じゃあ全然本当はここだけどこの辺を緩めることによって全部つながってる、まあ基本つながってるからでどこでもこう良かったりするのか、その流れの筋で言えば、うんうんうん、大事なとこだよね。皆さん知りたいとこだと思うやっぱりし。痛いって言われたらそこはやっぱりこうセラピストの人は、まあ狙ってほぐすとは思うんですけど、まあ、それで改善する場合もあるだろうし、そうじゃない場合はもうちょっと突き詰めていくのかいかないといけないんだろうなと思うんですけど。いや、その通りだし、まず腰が痛いって言ってもちょっと淡すぎるんだよね。ここがっていう、ここってまずどこですかって話で、腰の腰部の上の方が、まあ例えば L1 とか中部の方がちょっと筋肉がギューってなりすぎてて痛みというか不快な症状があるのか、それとももっと下の L45 が痛くて、で全然変わるけど見解が、まずはね。ちなみに L1 とかの痛みが強い人って例えば神経症状が出ててそこを固めてるってこと結構多い。だからどっちみち L45 の問題、 L45 もしくは仙腸関節陽線関節、あそこの部位が何らかのズレとか何かがあって神経的にちょっと近い方に行ってるから動くなという指令で筋肉を固めてる状態、ってところがまず大事じゃん。そうですね。でもその想像になってました。じゃあほぐして取れるのかっていう問題もあるけど、基本的には神経が近くなってるとこを解放してあげる方向に戻す方向にしてあげれば、ヒューッと抜けていくの、筋肉の緊張もね。基本的にはね、まずそこをやることが大切で、それでも他の部位っていうのはまず主訴の部分をきっちりやってみて、なかなか取れないなって言ったとこで他の部位に行くわけだよね。腰痛だったら大体下の方が多いけど、たまにいるんだよね、引っ張ってる、肩から引っ張ってる人。そうなると全身だから、まず主訴を狙ってお客様の筋肉の緊張が取れてるかどうか、こちらの判断でね。お客様判断ももちろんあるんだけど、お客様とこううまくこうコミュニケーションというかリンクしないとダメだよ、そこは。お客さんによってもだって痛みの加減って全然違うんで、人によってちょっと痛いだけですごい痛いっていう人と、そういうことなんです。個人差ですね。個人差ものすごい個人差あるんで、すごい痛いのに我慢強くて、あ、ちょっと痛いです、あ、大丈夫ですとか言う人もいるし、だからその辺の見極めもすごい大切だし。確かにこっちが押したこんな張っててゴリゴリしてる場所にしても、いや気持ちいいですとか、大丈夫ですって言われると、この人はこれが普通なのかこれは凝りすぎてて感覚が麻痺してるのか、それが表裏一体なわけですよ。今月勉強会参加ですか？今月全然ちょっと調べてなくて、25日月曜日、全然その辺の意味が分かると思います。今ね、その辺の意味が分からない人が多分非常に多いと思うので、そっちの方がゴリゴリ硬いのに気持ちがってる意味があるわけですよ。まあ張ってて、同じようなタイプの方でも、押してやっぱり張ってるから痛いですっていう人と、張ってるのに
いた気持ちいいですそうっていうそのね人と、個人差があるわけですよそれが個人差なんだろうけど、でもなんだろうけども普通にこっちからすると、ここも痛いんだろうなって押してるのに、でも気持ちいいですっていう人は凝りすぎてて気持ちよさになってるのか、その人の限界値はまだまだで、それぐらいだと気持ちいい部類に入るのかとか、その人の筋肉のつき方とか、そこでね考えるこちら側サイドの考え方は、お客様が気持ちよければいいんです。そこが気持ちいいんだからそうですね、そうお客様が不快だったらそこはやらない方がいいし、気持ちいいんだったらこちら側が凝ってんのになとか凝ってないのになとか考えるんじゃなくて、お客様が気持ちいいっていうのがそこがポイントなわけですよ。そうですね、私も、気持ちいいって言われれば、そこをちょっと長めに他のとこ、普通だったらさーっと流すところちょっとこう長めに押してあげたりとか、気持ちいいって言われるところに関してはすることはあります。そのね、ちょっとがダメなんです。いっぱいです。いっぱいやってあげるんですか？もちろんいっぱいです。なるほど。そこが満足するお客様はリピーターになりますからね。そこをちょっと長めにいっちゃダメなんです。いっぱい長めです。いっぱい長めでいいですね。そしたら一気に上がります。なるほど。だって気持ちいいってそう気持ちいいっていうところって60分の中でそんな何個も言わないじゃんお客さん。中にはいるけどね。どこも気持ちいいって言われたらずっと進まないってなっちゃうんで、そういうタイプなんだって読んで、でも全然何も言わないのにここだけリアクション大きかったとかいう人にはそこをね、俺だったらね10分以上絶対やる。いろんな角度とかいろんな手技を使ってあげてってことですよね。ずっと同じじゃなくて多角的アプローチって呼んでるけど、直線で点圧で入れたり、斜め圧で入れたり、横圧で入れたり、肘使ったり手根使ったり、もういろんな部位使ってやる。ちょっとじゃなくて長くいっぱいです。いっぱいやってあげる。そうですね。確かに尺で言ったらそこに10分って結構な割合だけど、でもそこを求めてるっていうか気持ちいい。なんなら30分いっちゃうよ俺は。なるほどなるほど。そういう感覚で、お客様がこれで満足したなっていうとこを感じ取れるかどうかなの、こっちが。そうですね。そこです。それが5分だったり30分だったりするわけ。それよりもっと攻めてほしいって、気持ちいい気持ちいいってずっと言葉が出てるようであればどんどんやってあげるばいい。でもなんとなく力抜けてって呼吸が深くなってったら、もう力抜けてってるって言ったら、だいぶ緩みましたねって言って、その言葉も大事ですよ。言ってあげて、緩みましたねっていう感覚が反応があるかどうかの確認と、あとはこっちも感じれる。感じれる、そう感じれると思う。最初とどう違うかそう全然緩くなったっていうのを確認する手っていうのも大切だよね。ただなんとなく同じ揉み方じゃなくて確認する手。最初はうわすごい硬いですねっていう感覚がもう一回こうタッチするようなテストするような触り方して、そしたらお客さんもなんか感じてもらいながらやってんだなっていうのが分かるから、で緩んできたねっていうのをこう、そのリンクがすごい大切で、いいこと言ったなと思ってちょっとみんなにシェアしたいと思って座ってていたい。ちょっとした一つの疑問からですけど、そうですね。みんなも思ってるのかどうなのかっていうの。いやみんな思ってるとよ。そもそもだから主訴がさ、座ってて腰が痛いっていうんであればさ、まずどこが痛いのかしっかり見極めること。それにはいろんな検査とかもあるんだけど、リラクゼーションできて検査なかなかやるのって結構そうですね、ハードル高いんで、ただ私の場合ですよ、お客様がその痛みを取りたくて来てるんだったら検査しっかりします。そういう感覚のタイプの人だったら、その人がここ痛くてこの腰の痛いのを取りたくて来てるんだっていう感じとかトークで聞いて、したら検査しっかりします。その検査をして痛み出してというか、こっちが例えば可動域いかなかったもそうだし、痛みが出るとかいうのを施術して痛みまた確認して、だいぶ楽になりましたっていうところまでやるっていう。そこって時間もうだからあとはほぐしてあげるとか。だって主訴っていうかお客さんの求めてるところが痛み改善なんで、60分コースの中でトークとか検査が長く入ります。そうなると施術時間が短くなるってことでね。そうですよね。検査の時間とかももちろんみんな入れてくださいね。時間外じゃないからね。時間ないだからね。私ちなみに訪問でやってるんですけど、家入った時からスタートなんで、もう時間は最初のトークが長かったらお茶とか出されてもさ、もちろんありがたくいただくんだけど、その分時間取ってます。ちゃんともう次回60分の中に入ってます私。なるほど。
ただ終わった後にお茶出されるとそれは時間外になるけどね。ああ、うんはいはいはい、うん、ああそうですね。そうおなるほど。話すごい長い人もすごいいるからねやっぱり。ただ長くなりそうだなと思ったらちょっと次のお客さん入ってるんでこの時間もちょっと入っちゃうんですけどって一言加えればいいだけでしたら話しながら施術始めるかもしれないし。そうそうですね、まあ、時間は、お客さんもちゃんと時間を割いてこの時間で来てるわけだから、まあ、その時間でっていうこともあるから、結構ねあるあるなんだけどセラピストあるじゃないですか。最初はスパッとやってあげた方が、長くやりでタイプっているんだよね。必ず60分の人が70分とか80分になっちゃう人いるんだけど、まあお客様にとってはいいかもしれないけどね。だって長い分いいじゃないやっぱり。なんか得した気分になるしリピーターにもちょっとなりやすいかもしれないけど、私はねそこはきっちりもう時間以内に終わるように。今の聞くと最初はスーッと後でゆっくりできる時間がある場合はまあ話会話してあげたりお客様はお茶ゆっくり飲んでもらって帰っていただく、そう時間がない、時間を取るんだったらそっちの方がいいってことですよね。最初はスッとやってそう時間がない場合あるんだけどお茶出される時に時間ないなと思ったら一気飲みします。暑くてもいや何をすいません次入ってるんです。そうですね。すいませんとか。そうか。そうですね。その人にとってる時間帯はもう限られてるから。そう決まってるから。そこもあってした時もそうですし。見て入って時間が取り方ってあるじゃん施術の取り方って。60分コースの後次のお客さん問い合わせ早めがいいですって言ったら何分後に取ります？ 60 分終わった後。結構ねこれもあるあるだよね。みんな何分後に取るか。まあね短くても何分？15分後ぐらいはちょっと取りますね。まあ私の場合出張なんですぐっていうわけにはいかないんだけど出張の時間何時に例えば30分で行けるところがあるとするじゃん。そしたら例えば5時に夕方5時に終わったとして次のお客さん5時半にはちょっときついんで5時40分ぐらいとかに入れるけど交通事業と事情とかでだいぶ変わったりするけどでも私の場合にはもうほんと分単位です。お店でやるならもっともう時間通りに入れてくれてもいいぐらいな感じ。60分終わってすぐでもいいぐらいだからその時間内に終わらせるから俺は。人によって違うよねと思って。そうですね。ただ次々あるじゃないよくチェーン店でさうちの塾生とかでもいるけど一日もう何人もやる人たちはちょっと開けた方がいいよねやっぱり。ちょっと自分も休まないといけないから。自分のそうですね。お茶飲んだりお茶飲んだりトイレ行ったり手洗ったりまあいろいろ食べたりとかそういらない人っているけどそれでもちょっとあった方がリセットできていいと思う。ただ出張の場合は行く時間があるのでその時間まあ休んでるっちゃ休んでる。移動してる時にそうだからパンパンに入れても全然。あと移動していってるんでお客さんもある程度10分前後とかは15分前後はあんまり気にならない人がもちろん多いよね。たまにいるけどね5分遅れてなんか言いますよ。遅かったですねとかもう帰るとかまあ5分じゃいないかな。ちょっと前が押してるっていうのはお客様がその人お客さんが来るの遅くなってでも受けたいのがあってでちょっとお客さんには前の施術が長引いてって言っても分かってくれる人とやっぱりその時間で予約してるからね分かってくれない人いるよね。ネットで予約してるその時間は自分のための時間みたいな感じで思われる。時間に関してはねそうですね個人差そこもあるなと思います。あるある。だって待ち合わせ時間の前に来る人とギリギリに来る人と必ずそれと一緒だよね。俺はねなんか変な意味ね早く行ってその街を楽しみたいの。俺はねなんか平気で30分前とかに行ってその街をこう探索して散歩したりしてその待ち合わせ場所の周りを探索したい俺は。大体待ち合わせ場所って駅だったりさするわけじゃん。店だったりするからその周りをねちょっとね
見たいっていうのがね早めに行きますね俺はいつも。時々によりますね。時々によるもうちょうどに行く場合と、まあね前になんかあればちょうどなっちゃう場合もあるけど、余裕があれば俺は早く行って、俺知り合いで1時間前に行く人いるよ、なんか同じような感覚の人、逆に1時間遅れてくる人っています？1時間はいるね。います中には。ごめん今起きたとかさ、時間ルーズね。もう待っちゃうんだけどね毎回でね、もう誘わねえぞと思うんだけどまた誘ってるよななんか憎まれないタイプっていうかそういう人に限ってねなんか憎まれないタイプなんだよねそういう人ね。まあ憎むタイプだったらもう無理でしょう、友達いなくなっちゃうよね。そうですね。やっぱ時間はね、そうですね。人によってそれぞれ様々ってことですね。だからまあその人を見極める目も必要ですよね。だからそういうことなんだよね。いかにそのお客様を見極めるか、何を求めてきてるかを見極めるこちらの目というか、気持ちって言ったらどれぐらいやるとかっていうのも、そうさっき言ったね、そうですね。気持ちってね自分が受けててさ気持ちいいそこっていうところはねいっぱい長くやってほしいところなんですよ。だからそれをね、なんかこの前自分が行った時にやってみます逆にやってみます。どれぐらいやってくれるのか、もうちょっとやってもらっていいですかってちょっと言ってみて、どれぐらいやってくれるかちょっとかかってみたい。でも逆バージョンいたからね、気持ちいいって言ってくれたら言ったら俺がそこばっかずーっとやってる人いた。もういいよと思ってんのにこっちが他やれる時間ないじゃんってこっちが思っちゃって。そうですね、それももしかしたら全身って言って入ってるんで、そうですでそこ気持ちいいっつって腰とか臀部とか、そこできんの他のできんのかなとか、そこが長すぎて明らかに長すぎてこっちはもうねいいと思ってるっていうところをねやっぱセラピストは感じてほしいんだよね。そこをね感じられないんだったら聞くどうですかっつって、もうちょっとやりますか次行きましょう。あとはやっぱ圧加減にもよるじゃない。結構しっかりめにやるんだったらそんな長い時間かかんないし、やっぱ弱圧だと時間かかっちゃうしとか、その辺の適度な圧加減はすごい、っていうか圧加減ってめちゃめちゃ大切じゃん。そうですね。最初ってさ分からないからさある程度このお客さんどれぐらいなんだろうって圧加減どうですかってめちゃめちゃ聞いてくる人とかいるじゃん。めちゃめちゃ聞かれても困るんだよねあれねお客さんね。もう分かったし言ったしみたいなさ、でもこの部位は強いのか弱いのか知りたくて聞くんだけど、でもそのうち慣れてくると大体分かってくるんだよね。そうですね。それって何年目ぐらいだろうね。どれぐらいなんですかね。俺の感覚でもちょっと聞いたりはします。最初にこの全然いいと思う。これでいきますねみたいな感じで。そうしつこく聞かないと。そうですね。だからしつこく聞かなくなる時期っていつ頃かなと思って。何回か来た人に関しては聞かなくなるかもしれない。そうだね。それはあるよね。初めてとか2回目ぐらいだった前回のことを聞きながら自分でまた調整するかもしれないですね。俺的にね最初はねやっぱ分かんないからちょっとあと聞きなさいって教わるじゃない。教わるんで聞くんだよね。ある程度言ったら他の部位言ったらどうですかっつって、そのうちね俺一切今ほぼ95% ぐらい聞かないかもしれないけど今はね、ちょっとねと思った時だけ聞くようにしてるだけで、あとはその人の筋肉とかこの正確な感じとかをこう読み取って大体これぐらいだなっていうのでほとんどそれで言われないんだけど、読み取れる力がちょっと勝手についたのかもしれないけども、最初ってやっぱ聞くじゃない。でそのうちね今度ねセラピスト側がね強くなりすぎちゃうケースが結構出てくるわけよ。強い方が聞くと思ってるからセラピストも。でお客さんも「おお」とか言ってくれるから「聞いてるでしょ」みたいな。そうですね。ありますね。なんかねちょっと違うんだよそこっていうとこがあって、強いから聞くと思い込みすぎちゃうっていうか、お客さんもね強み求めてる人が多いからそうなりがちなんだけど、そうですね。逆に弱もみとか中もみの人逃がしてますからね。逆に言えば弱くできなくなっちゃうの。そういう人って結構いるのよ。周りにもいる。俺結構弱もみっていうか中もみぐらいなんだけど、強くされると不快になるのよ。痛いとねやっぱ私もね緊張して筋肉固めちゃう方なんで、そういう人に予約してって言っても最初だけ弱いのよそのうちね自分の圧加減になっちゃって強くなってる。戻ってるそうですね。それはなっちゃうかも。自分の
圧加減そうお客さんでもさ昔何人かいたな、お医者さんだな両方とも中ぐらいの圧でも揉み返しになっちゃうんだって、だから超弱くていいって言ってで、やっぱ最初は弱く俺もねできるんだけど、それはね23年目ぐらいの時かな弱めにやるんだけど、そのうちねまあまあ強もみになっちゃってるわけよ、自然とね、自然とだから今まで通りやってるつもりがってことですかね。弱く弱く弱くって思い込んでないと、それがね30分過ぎてくるとね抜けてくるのどんどんで中もみぐらいになって、でお客さんが「ちょっと強くなってきてるのと「すいません」とか言いながら、まあ言ってくれる人だったからいいってことそうそれをね繰り返しちゃったの最初言ってくれてたんだけど強くなってきたよって言ってくれてたんだけど、だって毎回行くためにやっぱもみ返し来ちゃったもみ返し来ちゃったって言ってて、その次来た時に前回こうだったって言ってくれるで結局繰り返しすぎちゃって来なくなっちゃった。なるほど、そういうことがある。そうなんか結構がたいい人ほど多かったりしたりするんだよね。なんかね手術スタッフ整形外科医だった人もそうだった、すごいがたいんだけどもみ返し来ちゃうから緩くねっつって、でもねやっぱりね来ちゃうみたいな、もみ返しは仕事に影響が出ちゃうからダメなんでね、だから手術の前の日はちょっと受けられないとかってなっちゃって、そのうち来なくなっちゃった、そこまでそこまでなんだろうね、もみ返しになる体質の人ってね、結構しっかりしてんだけどね俺もね、体格的に体格的に、なんですかね。逆もいるじゃん、細っこい女の子ですんごい細くて皮膚と皮しかないような感じなのにめっちゃ強くしててこっちが怖いわみたいな、でも強く求めてる、よくいますいるよね、よくいます。両血筋あたりなんか肋骨むき出しになってんだよ、筋肉ないから。そこ俺いやいやあれぐらい、まあ俺はしないだろうけど、でもそれを思うぐらい、そう思うぐらい、そうですね、いますね、いるんだよね、未だにいますね。そうなるとねやっぱりね頭首から取ってあげた方がいいんだよね。やっぱりねちょっとね何かが病んでる、何かが疲れストレス何かが、何かあるんだよね。そう何か溜まってるわけですよ。だから強くやってそのストレスとか考え事を消したいという心理が多分働いてんだよね、脳科学的に言うと。そういう人っているんだよね。例えば民剤飲んで寝れないような社長さんとかもう薬飲みすぎるやつ効かないわけよ全然。もうね神経的にまひっちゃってる時全然効かないの。それこちら側が知っといてくださいね。本当に民剤飲んでる人たちで強い薬ストレート系飲んでる人たちって全然効かないんで、そうしたらこっちは壊れちゃうので、やっぱ薬の影響でそうなってますねって言ってやっぱ自分の限界値を超えないようにしないとね、強さ加減も、じゃないとこっち壊れちゃったらもうしょうがないんで。そうですね、他の人できなくなっちゃう、その人一生懸命やって、だから強もみの裏には何かそういう原因があったりするんで、そこをね強もみで困ってる人は探ってくださいって前回もね動画で喋ったけど、あるね、その強もみ求めてる理由あるんですか。あるの例えばお金同じ例えば60分いくらのお金払いました、その対価払ったお金に対してがっつりやってもらわないとダメだという感覚。ラーメン屋でだから大盛り無料だったら大盛り絶対食う人みたいな感じの感覚、そういう感覚の人もいるわけよね、そこを知ってくださいと、こちらのいろんなパターンありますよ。そうですね、そこはちょっとまた聞きやすい人に聞いてみようかなと。そうだね、強もみで来る知り合いに、まあ実は的確にちゃんとねしっかり入ってればそこまで求められないんだけどね、でも稀に本当にねもうこの前も言ったけど本当に強い人いるわけでさ、それじゃ別格でいるんだけど、まあそれはまあ強もみできる人に本当はね任せちゃっていいぐらいなんだけど、あとのね2626の8人下の8人は全然こちら側に合わせてできるので、押してキュッと緊張しちゃう人とかもそうだよね。だって体が求めてないのに気持ちだけはさ強くやった方が効果があると思って言うわけだから、その辺をうまく話せればいいんだよね。そうですね、ちょうどいいぐらいが一番いいというのをちょっと、ちょうどいいぐらい、そうですね、緊張ギュッとならない手前ぐらいなっちゃう人いるじゃん。いますね、まあ施術によってもってこうなっちゃう場合もありますけど、グーってなるのが好きな人もいるから、またこれまた難しい。終わった後にグってこう溶けた時の溶けた感じが好きな人もいるので難しいです。
で溶かすにはねギュッてやった後にね叩くといいんですよ。叩くとね結構ねヒュッと抜けるの、脳の緊張が。それとヒュッと緩む。だから叩き入れてねって俺はよく言ってる、なかなかほぐれないとこ叩き入れてる。わかりました、叩き入れます叩き入れありがとうございました。ありがとうございました。はい、またじゃあ、何かお困りごとがあったらね。はい。顔黒いな、みんな見にくかった。まあよく焼けてるんじゃないですかね。そうだ、この前撮影で真っ赤黒くなって、その後また行ってきたんですよ。あ、行ったんですね、やっぱり。日本第2位と3位のね強烈な山に。一人は爪剥がれちゃったり、一人はもう足皮だらけ、皮むけちゃったり、すごい。天気は良かったんです。天気超良かったの。まあまあ。でも上り10時間急坂をねひたすら上がるっていうのはね。精神的に燃え尽きた今回は本当にじゃしばらくいいなと思って。あ、そんなに思うぐらい。思うぐらい。すごいな。その登ったコースにもよるんですか。それともそこしかない感じですか。いやどっちもきついコースだったね。回ったんで結局同じコースをこうきついとこ上がってってきついとこ下がってった両方同じだね。回ったとしても。いやでもね1日で2200-300メーターで10時間。いやそれは片道10。じゃあちょっと上で止まって。そう上で止まって、上で止まってでみんなね疲れちゃってご飯食べれなかった。でもすぐ横になって寝ちゃうんですか。もうねあとね頂上で寒すぎて寒いわけですよ。もうなんか0度ぐらいな感じで風が強くてすぐなんか温まって寝袋入っちゃってもうそのご飯も食べずにみたいな。いやそれぐらい結構ハードだったんでだから次の日もハードだったんですよ。足も痛いし膝も痛いしさ。そのスタート時点からスタート時点は休まれてるので大丈夫ですか。で登ってって後半急な坂をねひたすら下るっていうのはねものすごい膝に負担くんだよ。で足の裏も痛いしもう平らはないんですよね。平らない超急なとこを下がっていくイメージだからちょっと気抜くと滑っちゃったりするので怖いから結構慎重に。引っかかりのある靴でももう全然もう砂場ジャリジャリしてるとこの急なとこ足かけたらずるっていくじゃん。そのようなイメージ。そういうところもあるんで岩場は岩場で歩きやすいんだけどジャリジャリしてるとこはやっぱ滑りやすい。それはちょっと難易度高いですね。難易度高いかなり。どれぐらいなんだろうね。高感度とかあるわけじゃないので1箇所か2箇所あったけど大したあれじゃないんで。ただきついんだったらこの前行った北岳愛の岳っていうのはきついです。めっちゃきつかった。他のコースはきつくはないんだけど超怖いところがあるだけ。そこはちょっとねだって両方切れ立ってるとこでさ落ちたら死っていうとこはやっぱ怖いよ。そうですね。そこをこうやって横に歩いたりしなくちゃいけないの。こうやってで風ビューンなんか吹いたらいや確かに突風とかいや怖い突風も怖いしちょっとでも足がズリってなったらさ行っちゃうわけだから。でも足見ると下まで見えるんですよね。もうだから東京タワーにこうへばりついてるような感覚よ。ああいう感覚。いや恐ろしいでしょ。怖いですね。いやもう俺手汗出ちゃって多分滑っちゃうような気がするんだよね。私もちょっとそれは無理かなしばらく。行ってみたい。勉強会だよ。勉強会考えてね。まあ今回はそういうことでセラピスト相談室でした。ご視聴ありがとうございました。またね。おパンパンやで。四頭筋パンパンやで。お行ってる。あれがトラロープなんですね。そうなんです。あれがね。4時間半から5時間ぐらい上がってるから。標高1500ぐらい上がってます。最後の登りがマジかっていうぐらい急なんで、ちょっとご紹介します。これです。やりました。日本第3位タイの山愛の岳3190。やりました。日本第2位北岳3193登頂です。はい、テンション低いなおい。自撮り見えるかな。鳳凰山のバックの開駒
山がバック、富士山が逆光でちょっと見えないです。いやー、なんかここの頂上から離れられないぐらい気持ちいい状態です。なんか初めてかもしんない達成感。1700上がってきましたからね、1日で。プラスそこから200、300上に行って、上というか稜線ですけど、初めて達成感初めて達成感